はい、内山浩一のザ・ゴトチャンネルです。はい。はい、今日は監督を交えて、意見を取っていきたいと思っています。よろしくお願いします。これはもしかして霊言ニュースの後にやってるんですか？そうなんです。後ろがほら霊言ニュースのままなんですよね。変えましょうかね、後ろね。変えた方がいいですか？でも監督もいることだから、でも監督映ってる？映ってますね。監督は映ってないですね。はい。はい。それでは、どなたか来ておられるみたいなので聞いてみたいと思います。監督いいですか？はい。はい。じゃあ合唱お願いします。はい。それではエレナさん準備お願いします。はい。はい。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はいつものね、なんか来られ方と違ってすっごく爽やかな感じの雰囲気の、なんか空気が、大きな爽やかな空気が来たような感じで来ておられます。多分来ておられると思います。それでは、エレナさんの方にはいただきお言葉いただければと思います。よろしくお願いします。透明な感じでおられるんですけど、エレナさん受信できますか？ちょっとどうでしょう。私の間違いかもしれませんけど、何か大きなこの爽やかな感じのこの空気、っていうか感覚、どなたが来ておられるんじゃないかと思いましてお呼びしてます。どうかエレナさんの方にお会いいただきますようお願いします。よろしくお願いします。はい。はい。はい。おいただきましてありがとうございます。はい。お名前を教えていただいてよろしいでしょうか？アマテラスです。アマテラス様をいただきまして誠にありがとうございます。はい。今日はなんとなく違う形だったと思うのでびっくりしましたけども、それではお言葉いただければと思います。よろしくお願いします。はい。大きな朝日が出る、時です。これから、この朝日は勢いよく昇っていくでしょう。そうして、本当に光が強く、暑さも感じる、そういった世界になるだろうと思っています。すべてのものは明るみにさらされ、その影は濃く、眩しいほどの世界が開けてきます。どの影も皆等しく、くっきりと見えてまいります。それほど火の光は強く、この地球に対して降り注いでいます。物質的なものの影もそうですが、心の内の世界にある影もくっきりと見えてくるでしょう。この時は、その影を認識するチャンスだと思ってください。影をなくしてしまうことはほぼできないと思いますが、この太陽が天中に昇った時、影は最大限に小さくなっていきます。最小限という方が
わかりやすいですね。その時を迎えた時に、人々は光一元を体験すると思います。天上界の光一元の世界がどのようなものであるのか、人々は地上において、その天中にある一瞬体験することができるのです。その明るさを何度も何度も体験することにより、また実在界における世界が本来どのようであったのかを思い出すための時間でもあると思ってください。暑さや光のまぶさに倒れてしまわないように、心身ともに健全であること、それを祈ります。以上です。はい、ありがとうございます。はい、まず自分の心の影、の発見から始まるんですね。はいはい、そして世界中の、影というものを発見して、それを少しずつちっちゃくしていくという形だと思います。はい。この光となる存在っていうのもまた、地上に三次元的にも出てこれるんじゃないかなと思いますけども、これは、時間軸的にはどのくらいのスパンで今のお話はあるんでしょうか？少し分かりにくい質問ですが、はい。影が濃くなって光が強くなって、太陽が、上に輝き、影が最小限になるって言いますか、そこら辺の時間軸なんですけども、地上時間でどのくらい見たらよろしいでしょうか？それは一日の中でも起こりますし、もっと長いスパンでも起こります。あなたの質問が長期にわたってどの期間ということを指しているとするならば、はい。非常にどこの軸を切り取るかによって答えは変わります。例えば政治っていう、この地上の金融政治っていうところを見たときにどうなるんでしょうか？しかもそれは日本のことを指しているのか、世界を見ているのか。すいません。日本のことです。はい。はい。日本において金融業界、金融の世界における天中というものがまず存在するならば、それはまだ未だ見えずです。そして、本当にその世界が明るみに出て、続くとするならば、一旦明るみに出たら、それは相当な期間、天中の時間ということになるでしょう。それは単に何年という単位ではないと思います。もっと長い期間、人々が正しくそれを運用することができる時間が続くと言ってよいでしょう。100年単位であるかもしれません。はい。なるほどですね。政治の方はどうなんでしょうか？政治も同じことが言えると思います。今はまだその天中に届く以前の段階であり、暗い闇の世界からだんだんと太陽が昇りつつあるところを言ってますので、
明るさはあるものの、影がしっかりと見えている状態です。これが本当に影すらない状況になるまでに、まだひとときかかるだろうと思います。そしてその時がいよいよやってきたならば、これも、そうですね、その内容によりますが、数十年から100年単位で起きることだろうと思っています。ただその後はまた闇の中へと落ちていく時間があると思いますので、本当に明るい時というのは貴重なものであるというふうに思っていただければと思います。はい。ありがとうございます。そうやって、人類が少しずつ向上していってるんですね。はい。はい、わかりました。ありがとうございました。はい。今後ともまたよろしくお願いします。はい。はい、どうもありがとうありがございました。とうございました。太陽が一日ね、出てから、天中になって、それからまた沈んでいくっていう、このスパンと同じように、聖地もやっぱし動いていってるんですね。いろんなものがね。そうですね。こんな感じだと思います。はい。はい、それでは、皆さん、これから明るい光が出てくるということで頑張っていきたいと思ってますね。はい。はい、それじゃあ今日はこれで終わります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと待って。監督が今日いたんだ。そうですよ。ごめんなさい。監督。はい。ごめんなさいね。忘れてました。申し訳ないです。どうでした今の聞いて。私の悟りの段階ではなかなかその難しい話でしたね。暑すぎて光に倒れないように注意してくださいって、どういう現象か分かんなかったです。そうですね。まあ3次元的にも結構光が強くなるんですよ。太陽の光も含めてね。でエネルギーが強くなっていくんですよね。だから肉体的にも少し強くしなくちゃいけないっていうのと、自分の心の中にある影が濃くなるんですよ。その濃い影に負けないでいただきたい。私はなんてつまらない人間だと思わずに、これが自分の学ぶべきものかっていうふうにね、やっていただければというところですね。だから心の影に、つまずかないようにしていただければというふうに思いますね。そんなんでいいですか？わかりました。ありがとうございます。非常に的確な質問で、よかったかと思います。ですね。はい。はい。今日はじゃあこれで終わります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。生まれる前から知っていた自分の人生計画。なぜいろいろな問題が起きてくるのか。知らずに生きるより知ってみると意外と簡単。自分の知られざる能力や魂の奥底に眠っている思いを見つけてみませんか？きっと人生が変わります。魂の光セッション。お申し込みは動画の説明欄よりどうぞ。